横浜黄昏ホテルの大部屋口づけ残りがタバコの煙うるす口笛女の涙もう帰らない日本を代表する演歌歌手五木ひろしは演歌界でも最も名前を知られた大御所の一人です。その経歴はまさに伝説と呼べるもので NHK 紅白歌合戦には1971年に横浜黄昏で出場して以来2018年現在まで通算48回出場し、北島三郎とタイとなる2位で、取り回数は美空ひばり、北島三郎と並び歴代1位、日本レコード大賞受賞も大賞をはじめとした各賞を多く受賞してきました。その彼もまた、半島にルーツを持つ人間の一人でした。五木ひろしの父親は、もともと韓国系の鉱山技師で、鉱脈を追って家族で各地を転々としていました。そして1948年3月14日京都府で五木ひろしが誕生します。当時の五木ひろしの出生名は李和夫でした。母親は松山菊乃という名前で日本人だったことから五木ひろしは日韓のハーフということになります。11歳年上の姉をはじめ次女長男がおり、五木ひろしは4人指定の末っ子でした。五木ひろしは幼稚園から小学校2年生までの3年間を三重県鳥羽市で過ごし、鳥羽市立鴨小学校に通っていましたが、歌が好きだった父親の影響でこの頃から歌手になりたいと思い始めました。小学校時代の五木ひろしは学年で10位以内に入る優秀な生徒で、周囲が野球にのめり込む中で、声出しが喉を酷使して悪そうという思いから野球はしなかったものの、楽器大将であり、地元の祭りや宴会などで歌を披露してお小遣いをもらっていました。その後、父親が鉱山技師を辞めて家族で福井県美浜町に移って建築用石材を扱う会社を立ち上げましたが、母松山菊乃は農家をしていました。ところが、五木ひろしが小学校5年生の頃に父親が家を出て行ったため離婚し、母親の松山菊乃が朝から晩まで働き通しで女で一つで子供たちを育て上げたそうです。五木ひろしは1963年3月に中学を卒業しましたが、その翌日に長子を頼って京都へ移り住み、関西音楽学院に入学して歌を学びました。その1年後となる1964年5月に五木ひろしは作曲家の上原弦人さんを紹介されたことでプロ歌手を目指して上京し、上原弦人さんの弟子となって松方弘樹らと歌のレッスンを受けました。上京して4ヶ月後の1964年9月、第15回コロンビア全国歌謡コンクールにて優勝。コロンビアの専属歌手となる歌うミスター平凡雑誌平凡主催に選抜され、1965年6月、松山勝を芸名としてコロンビアから新宿駅から信濃路の果てでデビュー。しかし頼みの綱だった上原が同年8月、軽井沢へ向かう車中で心臓発作のため急死。五木はまだ17歳だった。シングルを計6枚発売するもヒットに至らず、1967年に日本グラモフォンへ移籍。この時期は都はるみや北島三郎らスター歌手の前座やキャバレー周りが主で、
仕事は大半地方巡業だった。1967年4月、一条秀和に改名してポリドールレーベルから「俺を泣かせる夜の雨」「流れ星」で再デビュー。シングルを計3枚発売するもヒットに至らず、橋幸夫、船木和夫、西郷輝彦の御三家には大きく水をあけられ、三田明など10代の歌手にもどんどん追い抜かれた。1968年、プロダクションの倒産とともに契約を解除される。仕事はゼロになり、貯金も尽き、食べるものにも困った。机の引き出しの奥から出てきたフジテレビの食堂の食券を握りしめ、東中野のアパートから当時東京河田町に社屋が存在したフジテレビまで歩いて行ったこともある。同じアパートに住んでいたホステスから弾き語りを勧められ、銀座の高級クラブ国で歌い始め、1969年ここで作曲家の遠藤美を紹介され、ミノルフォンと契約。12月、三谷健に再び改名して雨の横浜、東京、長崎、札幌で再デビューを果たすもヒットに至らず、デビューしてから約5年間の間に2度も芸名を変更するなど不遇の時代を過ごす。1970年、故郷福井の放送局福井放送のプロデューサーの勧めで、読売テレビ制作のオーディション番組全日本歌謡選手権に歌手生命のすべてをかけてミノルフォン専属のプロ歌手三谷健として出場。当時銀座のクラブでの弾き語りがサラリーマンの初任給3万円の時代に月収50万円もあり、もし落ちたらプロ歌手として失格の烙印を押され、弾き語りの仕事にも響く。この生活を捨ててまで危険な挑戦をすべきかで悩んだ。第1週挑戦時には、これでダメならふるさとの福井に帰って農業をやると覚悟のほどを語っているが、最終的には10週連続で勝ち残り、グランドチャンピオンに輝く。これによりレコード歌手として再デビューできる権利を獲得。同番組2週目の審査員だった作詞家の山口洋子が徳間男の徳間康会を紹介しくれ、五木によると実際は7週目くらいにはデビュー曲が出来上がっていたという。この関係でキックボクシングジムであった野口プロモーション社長野口治と契約を結び、同プロモーションの芸能人第1号となる。山口と作曲家の平尾正明に指示。プロデューサーには山口が就任した。1日だけ山口の命名した松川淳名義で悲劇の舞台に立った後、1971年3月に新しい芸名を五木ひろしとしてミノルフォンから再デビューを果たす。名字の五木は山口が五木ひろゆきから頂戴した。また、いい月を拾おうという意も入っている。再デビューシングルの横浜黄昏で山口は単語の羅列ながらも女心を表現した詩を書き、平尾正明がそれにモダンでソフトな演歌調の曲をつけた。平尾にとって初めての演歌作品でもあった。マイクを左手で持ち、右手は拳を握りしめ、腰をシェイクさせてリズムを取る独特の歌唱スタイルは、同じ野口プロモーションに所属していたキックボクサー沢村忠のファイティングスタイルからヒントを得たもので、モノマネをされるほどに五木の代名詞として定着してゆく。五木は剣は演歌の拳、小説をかけていると語っている。横浜黄昏はオリコンシングルチャートで最高1位、登場週数46週、65万枚に迫る売り上げを記録。第2弾シングルのマドロス演歌長崎から船に乗っても最高位4位、登場週数28週、45万枚に迫る売り上げを記録。この年、第4回日本レコードセールス大賞男性新人賞を受賞。また横浜黄昏では第4回新宿音楽祭金賞、第2回日本歌謡大賞放送音楽賞初受賞、第13回日本レコード大賞歌唱賞初受賞を受賞し、念願であった NHK 紅白歌合戦第22回への初出場も果たす。以降連続出場を継続中。その後の活躍は
皆の知るところです。五木ひろしは母親の苦労する姿を見て立派な歌手になりました。五木ひろしは有名になって以後、母親のために家を建てたり、ザ・ベスト10、TBS 系を実家から中継するなど、母親思いな側面を見せています。それには子供の頃の苦労のエピソードが影響しているのかもしれません。松山菊乃さんは2002年に自宅で静かに息を引き取りました。2017年9月16日に放送されたトーク番組「さわこの朝」に出演した五木ひろしは母親への思いを語りました。阿川が小さい頃にお母様が一人で子供4人を育てた。だから同じような家庭にはしたくなかったと尋ねると、五木は思いを告白。そんな両親の姿を見てそれが励みになり、自分がそういう立場になった時には子供たちにはそんな姿は見せたくないし、同じ思いをさせたくない。過去の気持ちが今の自分の人生につながっていて、それがなかったら今の自分はない。子供が3人いるけどお父さん誇りに思ってますとかメッセージをもらうのが一番嬉しいと述べています。今日まで滞ることなくコンスタントにオリジナルヒットを生み出し続けてきた。還暦を迎えているが、改名前の不遇時代を除き極端にスランプと思われる時期は見当たらない。古賀メロディーをはじめ歌い継がれてきた数々の楽曲を時代に受け継ぐという大きな使命も担い、今後も活躍し続けることを日本人は願っています。繰り返します。日韓は元祖兄弟だった。世界は元祖兄弟だった。私たちは同志だった。敵は別にいます。もう一度話し合いませんか？